1897年に営業を開始し、123年にわたり巨大な地上駅として使われてきた JR 九州の長崎駅も、いよいよ去る3月の27日をもって営業終了となりました。その2日前、阪急交通社長崎支店を主催として、今回の長崎駅廃止の記念列車九十九島号が運行されました。昨今の情勢を鑑み、旅行を見合わせる人が多く、車内はほとんど人が乗っていませんでしたが、だからこそ安全に記念列車の運行を行うことができたとのことでした。古い地上駅を出発し、新しい駅からやってきた線路と合流。この線路と合流した後、お互いに同じ線路を上り、ここから先ルートは変わらないそうです。この九十九島号はかつて博多と長崎の間を廃棄回りで結んでいた列車で、途中旧線を通りました長与回りと言われている古いルート、すべて普通列車しか走らないところを今回は途中駅をすべて通過するという珍しい走り方をしました。その後、長崎本線の長吉線および大村線を走って武雄温泉までを目指すルートで、途中では美しい海をひたすら眺め続けることができました。途中の千綿駅は美しいところで有名で、しばらく記念撮影の時間がありました。列車は武雄温泉行きとして運行されました。当駅武雄温泉は今度九州新幹線西ルートが暫定開業する時の終着駅となっています。その後も私は長崎市にとどまり、駅の最終日までを見届けることにしました。最終列車では駅長さんがかっこいい出発合図を出して、その後最後の到着列車にも利用のお客さんに一人一人頭を下げて挨拶をされ、そして開業まで0の数字を差し込み、長崎駅旧駅舎は営業終了したのでした。駅の廃止に伴い車両基地も同時に廃止され、車両基地にアスファルトを引いて人が歩けるようにしたのでした。しばらくの間はこの古い車両基地を横断するようにして新しい長崎駅へアクセスするという大変変わった構造になっています。まずい、おはようございます。寝坊しましたよ。昨日3時まで起きてたからね。今朝の6時、38分です。1時間ほど前や、40分ほど前に始発列車がもう行ってしまったので、本当は開業の瞬間を見るつもりだったんですが、それを見ることはできませんでしたけど、ただね、その開業の特別の状態はまだ続いているようです。目の前にありますのが、本日からオープンした高架の長崎駅、JR 九州の長崎駅です。下にありました旧長崎車両センター、そして、一番右端にあります旧長崎駅、約6時間ほど前まで使われておりました長崎駅とこの車庫はすべて使用終了いたしまして、本日はすべてこの高架橋の上にある長崎駅に行こうということになっています。朝も早くからたくさん人がホームの上を歩いているのが見えます。すごいな、あそこについに列車が来るようになった。みんなおーっと今、声を上げているんじゃないでしょうか。もう記念品はなくなっちゃったかな。1000人限定でなんか配り物をしているそうです。駅の工事をするといっても一夜にして旧駅舎がなくなるわけではありません。昨日まで使われていた駅はまだそのまま残っています。これらはこれから解体をすることになっています。ただ昨日まであった自動改札機はなくなりました。この養生してあるところにあったんですけどね、奥のところが有人改札でしたが、全部このように広くなっていて、誰でも勝手に旧長崎駅の改札の中に入ることができるようになっています。まだこういう看板なんかもそのまんまで、旧ホームのところの駅名表もかけられていますが、でもいくつかなくなったものがすでにあって、例えばつい6時間ほど前まではあそこに発車表がかかっていて、ありがとう長崎駅3月27日とずっとメッセージを流していたんですが、それはもう取り外されてしまったそうです。このホーム上にあった発車表も全部なくなってますね。ここにもないし、それはカメラの充電がいきなりなくなってしまったので、一旦部屋に退却してきました。すぐに長崎駅のシーンに戻りますけど、こんなの配ってましたよ。連立長崎、連続立体交差事業のことを、連立と多分書いてるんだと思うんですけど、これよく見てみると長崎県のマークがついてますね。だからこれ JR 九州が配ってるグッズじゃないんだな。JR の人が配らせる。多分そういうことでしょ。この下のところ自動車が通っているのは、要するに踏切を廃止して街が寸断されるのを防ぐという目的で実施する連続立体交差事業のことを、イメージして作ったイラストというわけです。それからね、IC パスケース。これ両方とも今回限定のグッズらしいんですけど、これも長崎駅が高架化されたことを記念する、同じデザインですけどね、これすごいね、
これ1000名にねタダで配ってるって話っていうかタダでもらいましたもんね。びっくりだ。向こうも立派にできてましたよ。すぐに向こうにまた移りますけど、ね、でも結構遠かったな、歩いてると。それでもう一度旧駅の方に来ましたけどね、ここに長崎駅って書いてどこだか分かると思うんですが、そのホームの端まで歩いて、ここから見る景色は昨日までと変わりませんけれど、看板で塞がれていて、これが新しい名物の仮通路。これからしばらくは毎日が車両基地の公開です。もっとも車両は1両も止まっていませんが、昨日までは普通に車両が出入りしていたところです。もう使われることはありませんが、時刻は今11時過ぎなんですけども、見るとね、まだ電気的には生きてるみたいですね。上の部分が生きていて、レールの方はどうなんだろうな。こっちはもしかしたらもう信号的に切られてしまっているのかもしれませんが、下を見るとこの突貫工事、レールを昨日の夜のうちに切ってここに通路を作るんだろうと思っていましたが、レールを切断することはありませんでした。そのまま上にコンクリートで固めてしまって、このアスファルトを剥がせば要するにもう一度、ここにはレールが復活するというわけです。でもね、突貫工事にしてはすごい出来が良くてね、ツルツルで、さらに旧ホームと仮通路との間には、要するにこのホーム分の高さ、段差がありますから、階段を作るのかなと思ってね、階段で行き来するんだったら車椅子の人も大変だろうなと思ったんですが、そうではありませんでした。ちゃんとね、フラットになるように、ここの先の部分、坂を設けてくれていて、結構使いやすいですよ。問題は歩く距離が長いことですけれど。ここのところに電気的な切り目セクションというのがありまして、それがここなんですけども、これ電源が今入れっぱなしになってますが、これは切りにするとですね、この部分だけ、電気を流さないようにすることができるみたいです。だから多分この真上の電線にはさすがに電気は通っていないと思うんですが、ここに電気を通したままパワーショベルを通すと昨日の夜言ったように感電しますんでね、工事の時にはおそらくここの電気的な切れ目を利用したんだと思います。旧長崎駅へのお礼のメッセージ、お客さんから集められたものをありがとうという字に見立てて貼ってるんですが、これ移設されたんですね。前は旧駅舎のところに貼ってありましたよ。さっき来た時はねなかったと思うんですが、謎のコロコロ台車付きのテントがあります。何に使うんですかね、これ全くわからない。何の意味をなしてないと思うんですよ。上から何か物が落ちてくるのかな、そうでもないし、今日は雨天ですけれど、なんか雨からお客さんを守る役にも立っていないし、謎だ。ちょうど11時18分発のカモメが出発していくところです。こういう風な眺め、多分これも今だけだと思いますけどね、今私は新幹線の高架とそれから在来線の高架の切れ目から見上げておりまして、多分こういう見方はできなくなるんじゃないかな。駅ビルが作られるようになれば、もしかしたらこの部分は切り込みの状態で残るかもしれませんけどね。立派なお花の飾りです。これ本物の生の花っぽいな。造花ではないですよね。もう今日のための特製だ。超豪華、いくつかありますよ。外からの見た目も大変立派ですが、これ不思議なんですね。長崎駅という駅名標の上に丸が3つ、これは証明か。長崎駅っていう漢字を強調してるのかなと思いましたよ。どっかで見たことはある感じだなと。駅舎内外ともに熊本駅に似ているような気がします。で、前は長崎駅の出入り口は1箇所しかなかったんですが、今度はここと、それからどうもタクシーが並んでいるあっちの方にももう一つできるようです。それから今タクシー乗り場が広大に広がっていて、ここにですね、なんたらメッセ、出島メッセって言ってかな、大きなまた、横長のビルみたいなのを作るらしいんですけども、この辺りも昔は全部貨物駅が広がっていたところでございます。奥に見えるあの建物かな、 JR 九州の長崎支社が入っているビルだと思うんですが、前の長崎駅のね同居していたのに比べたら随分立派になりましたね。あれだったと聞いてるんですけど、ちょっとねまだ Google マップに反映されていないので、あれが本当にそうか今のところ確認が取れません。裏側にちらりとコンテナがありますよね。あそこは JR 貨物長崎オフレールステーションといって、貨物列車がここへやってくることはないんですが、貨物列車と連絡した JR 貨物によるトラックがやってくることになっていまして、列車と同じように時間を区切ってちゃんと運行されています。要はバス代行などのトラック代行専用の駅というわけですけども、あそこにちらりとコンテナがあるからね、昔ここら辺の陸地は全部貨物の取り扱いの施設だったということがなんとなくお分かりいただけるんじゃないでしょうか。昔はこの先にあったあそこの埠頭から貨物を積み出していたらしいんですけれども、現在はそこを埋め立てて長崎県庁があります。改札の中にも入ったんですが、相当立派ですね。前の長崎駅は随分古びてるっていう感じでしたけど、
美術館に来たみたいになったな。ただね、ファミリーマートとかはあったんですけども、残念ながら駅弁などを売っている場所は今こちら側にはありませんでした。旧駅の方にまだ弁当屋が残ってますんで、そっちから買ってくればいいんですけどね。本当になんか完全に熊本駅っていう感じになったな。でトイレなんですけども、この案内のこれですね、長崎県の有名な焼き物、はさみ焼きだそうです。そんでホームに上がってきましたよ。1番から5番まで5つのホームがあるというのは旧長崎駅と変わらないようです。キハ66がいるのがなんかちょっと場違いな感じですが、ホームの端っこに謎の構造を見つけたんですけども、端っこの方がねこう坂道になって高くなってるんですよ。私の今立ってるところもそうなんですが、ホームの下の部分を見てもらえれば分かると思うんですけどね、なんでこれ坂道になってるのかな。これ坂道の一番終わりの部分を見渡すと、もうすぐ目の前が道路です。もうまさにこのような断崖絶壁ですよ。なかなか普通の駅ではね見ることのない景色ですが、なんか意味があってやってるんだと思うんですけどね、明らかにこの作りは。ここのなんか柵みたいなのもかなり仮のものっていう感じがしますし、それからこの手すりですがまだまだ先へ伸びそうな雰囲気です。でもここから先は道路だしな、どうするんでしょうね。本当にどっからどう見ても熊本駅だな。こう切り欠きホームになっててね、前はここにこう車庫との出入りも随分スムーズになりましたよね。今折り返し危機追記になる列車が入ってきましたが、これは入れ替え列車じゃなくて営業列車のようですけど、すぐ脇に車庫があるの今見えましたか。後ろのところね、ここにも簡単に車両を置けるようになっていて、後ろにもまたいくつかあります。でも今見た限り3番乗り場は多分これは6両までしか対応してないんですよね。ここに6両停止位置があるってことは7両編成以上は多分止まらないんだと思うんですよ。となると普段7両でまた繁忙期には8両に増結をされる、黒いカモメ、さっきホームに落ちていたんですが、それはこの向こうの5番乗り場にしかつけられないっていうことになるんですね。多分七つ星とか黒いカモメとかそういうのは全部このホームに止めざるを得ないってことだと思うんですが、ドアカット、一番後ろの車両はドアが開きませんっていうのをやるんでなければ、多分ダイヤを組む上でちょっとした制約になるんじゃないですかね。長い編成の車両はここにしか入れられないってことですから。新しい長崎駅はもう今日の未明というか、始発の前にようやく列車が入れるようになったという状態なので、基本列車はぶっつけ本番で運転されたようです。ちゃんと接続ができているかっていう試運転は1回やったんじゃないかと思いますけどね、私が寝てる間に。その後の運転手さんの営業運転、その時はもうやっぱりその運転手さんをこんなところになってんのかというふうに思いながら走ってきたんじゃないでしょうか。構造とかは事前にさすがに知ってると思いますけど、今日新しくオープンしたファミリーマートに一旦ごぼう天うどんを買いに来たんですが、やっぱね新規オープンというだけあって店のスタッフの人たちがみんな異常に親切、まだすれてない人たちですからね、いろいろ話したんですよ。駅前のアミプラザの方にあるファミリーマートで研修したんですと教えてくれました。最初のカモメ号が来ました。これに乗って今から諫早を目指しますが、次の浦上までは新線を通ることになります。今まで見ることができなかった景色は楽しめるはずですから、それを映して皆さんとお別れです。長崎駅の新駅開業誠におめでとうございます。来た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 、もうみんな大好き国鉄直ですよ。もう長崎の名物、あともうしばらくの間はここで見られます。区間快速のシーサイドライナーとしてお客さんをたくさん乗せてやってきました。意外と合いますね、この雰囲気の駅にも。これはこれでいいかもしれないな。ご案内いたします。この列車は12時16分発。お待たせく
たしました。本日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。博多行き特急かもめ20号です。列車は前から7号車、6号車の順で一番後ろから1号車です。1号車はグリーン席、2号車、3号車、4号車は指定席です。自由席は5号車、6号車、7号車です。ホテルが2号車、5号車、6号車です。各号車番号が客室出入り口上に表示いたしております。ご案内いたします。車掌は江島です。終点博多までご案内いたします。ご利用くださいましてありがとうございます。博多行き特急かもめ20号です。止まります駅は諫早、肥前鹿島、肥前山口、佐賀、新鳥栖、鳥栖、終点博多です。グリーン席は1号車、指定席は2号車、3号車、4号車。お待たせいたしました。本日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。博多行き特急かもめ20号です。列車は前から7号車、6号車の順で一番後ろから1号車です。1号車はグリーン席、2号車、3号車、4号車は指定席です。自由席は5号車、6号車、7号車です。ホテルが2号車、5号車、6号車です。各号車番号が客室出入り口上に表示いたしております。ご案内いたします。車掌は江島です。終点博多までご案内いたします。ご乗車ありがとうございます。まもなく浦上に着きます。降り口は右側です。開くドアと足元にご注意ください。浦上を出ますと次は諫早に停まります。